ねえねえマリサ。なんだレイム。スティーブ・バイって知ってる？ああ、ギタリストとしても作曲家としても、そしてギター業界に革新をもたらした伝説的な存在のことだな。それでは、今日はスティーブ・バイについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。それでは、ゆっくりしていってね。スティーブ・バイのことを詳しく教えてくれる？スティーブ・バイ、本名は、スティーブン・シロバイって言うんだが、1960年6月6日にアメリカで生まれたギタリストだぜ。ギターの魔術師とも呼ばれる彼は、3回のグラミー賞受賞と15回のノミネートを誇る天才なんだぜ。すごいね。でも、最初から成功してたの？実は違うんだ。彼の音楽キャリアは1978年、18歳の時に、フランク・ザッパの譜面作成者としてスタートしたんだ。その後、1980年から1983年までザッパのバンドでもギターを弾いていた。ザッパは音楽業界でも超厳しい天才だから、そこで鍛えられた経験が大きかったんだぜ。なるほど、そこで基礎ができたのね。それからどうなったの？1983年にソロキャリアを始めて、翌年に初のソロアルバム、フレクサブルをリリース。その後、1990年に、パッション&ウォーフェアっていうアルバムを出して、これは、80年代最高のハードロックギターアルバムって評価されたんだ。そんなに評価が高いなんて、やっぱりすごい人ね。他にもどんな活動をしてるの？アルカトラズ、デイビッド・リーロス、ホワイトスネークといった有名バンドでも演奏してるし。パブリックイメージリミテッドや、アリス・クーパーなんかともコラボしているんだ。それにライブ専用プロジェクトの G3 やザッパプレイズザッパにも参加してるんだぜ。いろんなジャンルで活躍してるのね。それで、今も活躍してるの？もちろんだ。世界中でツアーを続けていて、ギターの教則本やオンライン講座も手掛けている。あと、ギター雑誌、ギターワールドでは読者投票で、10番目に偉大なギタリストに選ばれたこともあるんだぜ。1500万枚以上のアルバムを売り上げたっていうのも納得ね。でも、彼が他のギタリストと違うところって何だと思う？スティーブ・バイは個性派のギタリストってよく言われるんだ。彼の演奏スタイルはテクニックだけじゃなくて、表現力や音楽的な深みがすごいんだぜ。それに彼自身のカスタムギターも使っていて、音のこだわりも徹底してる。聞けば聞くほどすごい人だわ。もっと詳しく知りたくなるわね。バイの音楽は一度聴けばハマるから、ぜひチェックしてみるんだぜ。スティーブ・バイの子供時代ってどんな感じだったの？スティーブ・バイ、1960年6月6日にニューヨーク州のカーリープレイスで生まれたんだぜ。イタリア系移民の家庭に育って、カトリックの環境で子供時代を過ごしたらしい。音楽に目覚めたのはいつ頃なの？それが面白い話なんだぜ。5歳の時、ピアノを触ってみて、右に行くほど音が高くなり、左に行くほど低くなるって気づいた瞬間、音楽の仕組みが直感的に理解できたって言ってるんだ。その時に、音楽は無限に個人的な表現で、自分でも作れるって確信したらしい。そんな小さい時からすごい感性ね。ギターにはどうやって出会ったの？6歳の時、学校の講堂で9歳の少年がギターを弾いてるのを見たのがきっかけだ。その時に、いつかギターを弾く、それが自分の楽器だって本能的に感じたって言ってるんだぜ。まさに運命を感じるエピソードだよな。その後、音楽の影響を受けた作品ってあるの？あるぜ。特に、ウエストサイドストーリーのサウンドトラックが彼の音楽的覚醒だったらしい。そして、11歳で当時のロックやプログレッシブミュージックを聴き始めて、12歳の時にレッド・ツェッペリンのハートブレイカーのギターソロを聴いてギターを始めることを決意したんだ。ギターを習い始めたのはいつなの？ 1973 年、彼が13歳の時だな。ニューヨークのギタリスト、ジョー・サトリアーニに師事してギターを学び始めた。地元のバンド、オハイオエクスプレスやサーカス、レイジで活動しながら高校時代を過ごしたらしい。ジョー・サトリアーニって名前も聞いたことあるわね。スティーブのキャリアにどう影響したの？ジョー・サトリアーニは彼の師匠として、基礎から高度なテクニックまで教えたんだぜ。その影響が彼の演奏スタイルにも現れてるんだ。それで、プロの道に進むためには何をしたの？高校を卒業した後、1978年にバークリー音楽大学に進学して音楽理論と作曲を学んだんだ。そこでフランク・ザッパの譜面作成を始めて、後にツアーギタリストとして彼のバンドに加わることになったんだぜ。音楽だけじゃなく、私生活も気になるわ。バークリーで出会ったピアマイオッコと結婚して2人の子供がいるんだ。ちなみに2003年にはバークリーから名誉博士号を授与されてるぜ。家庭も音楽キャリアも充実してるなんて素晴らしい人ね。スティーブ・バイの音楽キャリアってどんな始まり方だったの？彼のキャリアは1978年に始まったんだぜ。
その年、大学のバンド、モーニングサンダーの録音と、フランク・ザッパの曲、ザ・ブラック・ページの譜面をザッパに送ったんだ。それがザッパに高く評価されて、バイは彼の楽曲の譜面作成者として雇われたんだ。それでザッパのバンドに加わったの？ああ、1980年にカリフォルニアへ引っ越して、ザッパのバンドに正式に加入したんだ。ザッパはバイのことを、小さなイタリアの天才ギタリストって呼んで、彼に、スタントギターや、不可能なギターパートを演奏させてたんだぜ。スタントギターって何かしら？ザッパが作る超難易度のギターパートのことだな。普通のギタリストなら尻込みするような部分を、バイが見事に弾きこなしてたってことだぜ。その功績で彼の名前はザッパのアルバムのライナーノーツに載るようになったんだ。その後、ザッパのバンドを離れたのはいつ？1983年にザッパの元を離れた後、ロサンゼルスのシルマーに家を買って、そこで最初のプロフェッショナルスタジオを作ったんだ。この頃、2つのバンド、ザ・クラシファイドと37を結成したり、自分の音楽を大量に作曲して録音してたんだぜ。その音楽はどうなったの？その中から選ばれたのが彼の初アルバム、フレクサブルだ。このアルバムは自分で設立したレコードレーベル、アカシックレコーズ、後のライト・ウィズ・アウト・ヒート・レコーズを使ってリリースされたんだ。発売は1984年だぜ。彼の作った曲の中で特に有名なものってあるの？ザ・アティテュード・ソングが有名だな。1983年にギタープレイヤー誌で発表されたんだ。この曲はユニークなギターリフや特殊テクニックのオンパレードで、当時としてはかなり斬新だったんだ。他にも何か面白いエピソードはある？1986年の映画、クロスロードに出演して、悪魔のギタリスト、ジャック・バトラーを演じたんだ。その有名なギターデュエルのシーンでは、すべてのギターパートをバイが演奏したんだぜ。ただし、スライドギターの部分だけは、ライクーダーが担当してる。ザッパの後にもバンド活動をしてたの？ああ、1984年には、アルカトラズで、イングベイ・マルムスキーンの公認ギタリストになって、アルバム、ディスタービング・ザ・ピースを制作した。その後、ツアーを終えて、デイビッド・リーロスのバンドに加入したんだ。どのエピソードもすごいわね。ザッパから始まって、どんどん成長してる感じがするわ。そうだろ？バイの音楽はまだまだ続くから、この先も楽しみだぜ。スティーブ・バイがデイビッド・リーロスのバンドにいたって聞いたけど、それってどんな時代だったの？それは1985年から1989年の間だな。この時、デイビッド・リーロスがバンヘイレンを脱退して新しいバンドを結成したんだ。そこにバイがリードギタリストとして参加したんだぜ。他のメンバーも有名な人たちなの？そうだぜ、ベーシストには、タラスのビリー・シーン。ドラマーには、メイナード・ファーガソンのバンドで活躍していた、グレッグ・ビソネットが加わって、めちゃくちゃ豪華なメンバー構成だったんだ。そのバンドでどんなアルバムを出したの？1986年にデビューアルバム、イート・エム&スマイルをリリースしたんだ。このアルバムはビルボード200で4位にランクインして200万枚以上売れた大ヒット作なんだぜ。評価からも絶賛されて、1980年代のロックアルバムの中でも最高の一つって評価されてる。どんな曲が収録されてたの？このアルバムでは、バイのギターがとにかく目立ってる。スティーブ・バイのギタープレイは魔法みたいだ昔なら魔女として火あぶりにされていただろうなんてコメントがあったくらいだぜ。すごい例えね。その後、次のアルバムも出したの？ああ、1988年に、スカイスクレイパーってアルバムを出したんだ。このアルバムも商業的に成功して、ビルボード200で6位にランクインしたんだぜ。バイはこのアルバムでロスと共同プロデュースもしている。バンドとしての活動は長く続いたの？残念ながら、1989年にスカイスクレイパーツアーを終えた後、バイはバンドを離れることになったんだ。後任には、カコフォニーのジェイソン・ベッカーが加わったんだぜ。ギターのデザインにも関わっていたって本当？本当だぜ。1985年にバイが JEM ギターをデザインしたんだ。24フレット、ハムバッカーとシングルコイルの組み合わせ、ロッキングトレモロシステムなど、革新的な要素が詰まったギターなんだ。このギターは1987年にアイバニーズから JEM777 として発売されて大人気になったんだぜ。音楽だけじゃなく、ギターのデザインでも大きな影響を与えたのね。ああ、バイはギター界でも革新的な存在だ。彼のギターは今も多くのギタリストに影響を与えているんだぜ。聞けば聞くほどすごい人だわ。スティーブ・バイの1990年代ってどんな活躍をしてたの？この時期はバイのキャリアがさらに飛躍した時代だぜ。1985年から作り始めていたセカンドアルバム、パッション&ウォーフェアを1990年に完成させたんだ。ちなみに、このアルバムは彼の自宅スタジオで録音されていて、楽曲はめちゃくちゃ緻密で創造的だぜ。そのアルバムって成功したの？
もちろんだ、パッション&ウォーフェアは発売後すぐにビルボード200で18位にランクインして、全世界で150万枚以上売れたんだ。それにギターワールドやギタープレイヤー誌のベストアルバムとベストロックギタリストの賞も受賞してる。すごいわね。他にも何か注目すべき出来事はあるの？ 1990 年にはアイバニーズと共同でユニバース7弦ギターを開発したんだ。このギターは後に多くのギタリストに影響を与えた革新的な楽器なんだぜ。他にはどんな活動をしてたの？ 1990 年にホワイトスネークのスリップオブザタングってアルバムのギターを担当して、そのアルバムは全世界で300万枚以上売れた。その後の13ヶ月にわたるワールドツアーにも参加してる。じゃあ、ソロ活動以外にも色々やってたのね。ああ、その通りだぜ。でも1990年以降はソロ活動に集中していくんだ。1993年には、セックス&レリジョンってアルバムを出した。このアルバムでは、デビン・タウンゼンドがボーカル、TM スティーブンスがベース、テリー・ボジオがドラムを担当している。そのアルバムはどうだったの？結構挑戦的な内容で、プログレッシブメタルとコンポジションが融合した感じだな。ただ、その後のツアーを終えてバンドは解散しちゃったんだ。1990年代後半は何をしてたの？ 1995 年には、エイリアン・ラブ・シークレッツっていう EP を出して、簡潔ながら個人的な作品になってる。1996年には、ファイアガーデンっていう2枚組アルバムをリリースして、ジョー・サトリアーニやエリック・ジョンソンと一緒に G3 ツアーにも参加してる。G3 って何？ギター好きのためのライブツアーで、3人の有名ギタリストが自分たちのセットを演奏した後、一緒にジャムセッションをするんだ。1996年のツアーは映像化されて、G3 ライブインコンサートとして1997年にリリースされたんだぜ。他にも社会的な活動をしてたって聞いたけど？ああ、メイクアノイズファウンデーションっていう財団を1998年に設立して、音楽教育を受けられない子供たちの支援を始めたんだ。オークションでギターや機材を出品して、その収益を寄付してる。音楽だけじゃなく、社会貢献にも取り組んでるなんて素晴らしいわね。1990年代はバイの多彩さと革新性がさらに広がった時代だったんだぜ。スティーブ・バイの2000年代ってどんな活動をしていたの？2000年代はライブ、オーケストラ、教育活動、そして新たなプロジェクトで大活躍した時代だぜ。まず2001年、ロンドンのアストリアでバンド、ザ・ブリードと共にライブを収録したんだ。この映像は、スティーブ・バイ、ライブ・アット・アストリア・ロンドンとして2003年に DVD でリリースされた。そのバンド、ザ・ブリードってどんなメンバーだったの？ベースはデイビッド・リーロスのバンド時代からの仲間、ビリー・ジーン、ギターとピアノのトニー・マカパイン。ギターのデーブ・ウィーナー、そしてドラマーにはバージル・ドナティが参加してたんだ。どのメンバーも超一流だぜ。オーケストラのプロジェクトもやってたって聞いたけど？ああ、2004年にはオランダのメトロポールオーケストラと一緒に GA キングハンガーっていうプロジェクトを発表したんだ。バイ自身が作曲した現代オーケストラ作品と自身の楽曲をオーケストラ用にアレンジしたものが披露されたんだぜ。オーケストラとのコラボなんてすごいわね。それがアルバムにもなったの？そうだぜ。このプロジェクトをもとに、2007年に、サウンドセオリーズ、VOL1&2 というアルバムと、ビジュアルサウンドセオリーズという DVD がリリースされた。バイの作曲能力が前面に出た作品だ。それだけじゃなく、教育活動もしてたの？ああ、エイリアンギターシークレッツっていうマスタークラスを2006年に始めたんだ。ここでは、ギターのテクニックだけじゃなく、音楽業界で成功するための考え方や、哲学的な話まで幅広く共有してたんだぜ。新しいバンドも組んでたのよね。2007年には、ストリングセオリーズっていうバンドを結成して、世界ツアーを行ったんだ。このバンドには、バイのカタログ曲をアレンジした2人のバイオリン奏者も参加してた。アルバムの再現だけじゃなく、新しい挑戦を取り入れてたんだぜ。ツアーの成果はどうだったの？そのツアー中に収録したライブ映像が、2009年に、ホエア・ザ・ワイルド・シングス・アーとして DVD とブルーレイで発売された。この作品はアメリカとカナダでゴールド認定を受けて、収録曲、ナウイランはグラミー賞にもノミネートされたんだ。それ以外にも楽器関連の新しい製品があったの？もちろんだ。2007年にはアイバニーズの JEM ギターの20周年記念モデルが登場し、2008年にはバイのシグネチャー歪みペダル、ジェミニもリリースされた。彼の楽器デザインへの情熱も変わらないんだぜ。本当に多方面で活躍してるのね。この時代もバイの才能が光る活動がたくさんあったわ。2000年代は彼の音楽的進化と新たな挑戦が詰まった時代だったんだぜ。スティーブ・バイの2010年代はどんな活躍があったの？この時代もバイは多方面で活躍してるぜ。
2010年は、アイバニーズユニバースギターの20周年記念モデルを発表して、ファンにとって特別な年だった。さらに、デジタルシングルを配信する、iTunes っていう新しいプラットフォームを立ち上げたんだ。音楽活動だけじゃなくて、配信にも取り組んでたのね。他には2010年には、スティーブ・バイフェスティバルがオランダで開催されて、そこで2つの交響曲を発表したんだ。そしてその後、全米で行われた、エクスペリエンス・ヘンドリックスツアーにも参加して、エリック・ジョンソンやケニー・ウェイン・シェパードたちと共演した。交響曲まで作曲してるなんてすごいわ。教育活動もしてたって聞いたけど2011年には、バークリー音楽大学と一緒にオンラインギターレッスンを開催して、ギネス記録にもなったんだ。それに、ギターテレビっていうギター関連コンテンツを配信するウェブサイトも立ち上げて、ギターコミュニティの支援にも力を入れてたぜ。アルバム制作も続けてたの？もちろんだ。2012年には、ザ・ストーリー・オブ・ライトっていうアルバムをリリースして、これは、リアル・イリュージョンズ3部作の第2作目なんだ。このアルバムに合わせて始まったワールドツアーは、52カ国で254公演も行われたんだぜ。すごい規模のツアーね。ライブ映像とかも出たの？2015年にはそのツアーのライブ映像を収録した、スティルネス・イン・モーションがリリースされたんだ。この DVD にはツアーの裏側を追った、ザ・スペース・ビトリーン・ザ・ノーツっていう映像も収録されてる。他にも特別なプロジェクトはあったの？ 2014 年には、バイアカデミーっていうギターキャンプを始めたんだ。これは以前の、エイリアンギターシークレッツマスタークラスを進化させたもので、特定のテーマを設定してゲスト講師と一緒に教えるんだ。他のギタリストと一緒にツアーしたこともあるの？2016年には、ジェネレーションアックスツアーに参加して、イングベイ・マルムスティーン、ヌーノ・ベッテンコート、ザック・ワイルドなんかと共演したんだ。その年は、パッション&ローフェアの25周年記念ツアーも行って、アルバム全曲を初めてライブで演奏したぜ。新しい音楽も作ってたの？そうだな。2016年には、M83 のアルバム、ジャンクの収録曲、GO にギターソロで参加してるし。2019年には、ジェイコブ・コリアーのアルバム、ジェシー、VOL2 の Do You Feel Love にも参加してる。本当にいろんなことに挑戦してるのね。2010年代もバイの多彩さが光る活動ばかりだったんだぜ。最近のスティーブ・バイってどんな活動をしてるの？2020年代もめちゃくちゃ活発に動いてるぜ。まず、2022年に10枚目のスタジオアルバム、インビオレートをリリースしたんだ。このアルバムは彼の初のカレントハードロックアルバムズチャート1位を記録したんだぜ。どんな曲が注目されてるの？リードシングルのリトルプリティが注目されてるな。それにアルバムを引っ提げて54公演のアメリカツアーを行ったんだ。このアルバムは新しい挑戦が詰まった作品だぜ。他にもコラボレーションとかしてるの？2021年には、スターワンのアルバムで、ロストチルドレンオブザユニバースって曲に参加したし。2022年にはプログレッシブギターの、ポリフィアの曲、エゴデスにもフィーチャーされてるぜ。昔の作品も復活したって聞いたわ。そうなんだ。2023年に、バイ、ガッシュってアルバムをリリースしたんだけど。実はこれ1991年に、ジョニー・ガッシュソングロットと一緒に作った未発表の作品だったんだ。ガッシュはバイク事故で亡くなっちゃったけど、彼との友情が詰まったアルバムなんだぜ。それってどんな内容なの？ガッシュの歌とバイのギターが融合した、ロック魂あふれるアルバムだな。アルバムカバーにはガッシュの写真が使われていて、彼のバイク事故の傷跡も写ってるんだ。その背景を知るとさらに感動的なんだぜ。最近のライブ活動も気になるわ。2024年にはジョー・サトリアーニとエリック・ジョンソンと共に G3 リユニオンツアーを行ったんだ。その後はサトリアーニとのダブルビルツアーも行って、ついに初のコラボ曲、ザ・シー・オブ・エモーション、PT1 をリリースしたぜ。50年もの友情があるって素敵ね。他にも活動してるの？2024年にはエイドリアン・ブルー、トニー・レビン、そしてトゥールのドラマー、ダニー・ガーリーと一緒に北米ツアー、ビートを行ったんだ。このツアーでは80年代のキング・クリムゾンのアルバムを再解釈したライブが披露されたんだぜ。本当に挑戦を続けてるのね。スティーブ・バイって止まることを知らないわ。その通りだ。彼の音楽と人生は、挑戦と革新の連続だぜ。スティーブ・バイって、音楽だけじゃなくて映画やゲームでも活躍してるって聞いたけど？その通りだぜ。バイのキャリアは幅広くて、映画やゲーム音楽、ドキュメンタリーにまで進出してる。まず、2022年に彼の最初の30年を振り返るドキュメンタリー、スティーブ・バイ、His First 30 Years が公開されたんだ。どんな内容だったの？このドキュメンタリーでは、彼の生い立ちからバークリー音楽大学時代、フランク・ザッパやアルカトラズ、デイビッド・リーロス、ホワイトスネークでの活動までが描かれている。
ソロアルバム、フレクサブルと、パッション&ウォーフェアの制作秘話や、映画、クロスロードでの役割、そしてアイバニーズ JEM ギターの開発に触れてるんだぜ。それにしても、クロスロードってどんな映画だったの？ 1986 年の映画で、バイは悪魔のギタリスト、ジャック・バトラーを演じたんだ。特に、カッティングヘッズっていうギターバトルのシーンが有名で、バイが書いた、ユージーンズ・トリックバックって曲が披露されてる。この曲はニコロ・パガニーニの、カプリース第5番を元にしているんだぜ。ゲーム音楽にも関わってたの？ああ、1996年にはプレイステーションのゲーム、フォーミュラ1に、ジュースって曲が使われてる。さらに、2002年のグランドセフトオート、バイス式では、ヤンキーローズや、ゴッドブレスドビデオがサウンドトラックに採用された。他にもゲームの音楽に参加してるの？もちろんだ。特に有名なのは2004年の Xbox ゲーム、ヘイロー2での、ヘイローテーマ、モジョルニルミックスだな。バイのロックギターアレンジが話題になった。2014年の、ヘイロー2アニバーサリーでも再録音されてるぜ。音楽ゲームにも曲が収録されてるの？そうだぜ。ギターヒーロー3や、ロックバンドネットワークで、フォーザラブオブゴッドや、ザーティテュードソングなどがダウンロード可能だった。ギターヒーロー、ウォリアーズオブロックには、スピーディングも収録されてたんだ。他に映画音楽での活躍は？クロスロード以外にも、ビルとテッドの大冒険ボーガスジャーニーや、ジョン・カーペンターのゴースト・オブ・マーズのサウンドトラックにも参加してる。クレイジーっていう映画のプロデュースも手掛けていて、これはギタリストのハンク・ガーランドの生涯を描いた作品だ。音楽だけじゃなくて、映像やゲームでも存在感を発揮してるのね。スティーブ・バイはギターだけにとどまらない多彩なアーティストだぜ。スティーブ・バイのギタースタイルってどんな特徴があるの？バイのスタイルは、とにかく独創的でテクニカルだぜ。彼は13歳の時にギターを始めて、師匠のジョー・サトリアーニから学んだんだ。その頃から毎日10から15時間の練習を続けるストイックな姿勢を身につけたんだ。そんなに練習してたの？それが今のプレイにも生きてるの？ああ、間違いなくそうだぜ。彼は、どんなに複雑な音楽でも、ゆっくり練習して完璧にすれば弾けるって考えで、フランク・ザッパのバンド時代にリズムが複雑な楽曲を次々とこなしたんだ。彼のソロキャリアはどうだったの？最初のソロアルバム、フレクサブルは1984年にリリースされたんだけど、これはザッパから影響を受けたユニークな作品だった。彼の自由な発想が前面に出ていて、個性的な曲ばかりだったぜ。じゃあ、代表作のパッション&ウォーフェアはどんな感じ？これは彼の成熟したスタイルが確立されたアルバムだな。自由な発想はそのままに、より洗練されたサウンドが特徴だ。このアルバムの成功が彼のキャリアをさらに押し上げたんだ。バイのインスピレーションってどこから来るの？面白い話があるぜ。例えば、スタジオの外にあるフェンスに押し付けられた花を見て、そのイメージを曲にしたこともある。ザ・ストーリー・オブ・ライトのウィーピング・チャイナ・ドールって曲がその例だな。独特な発想ね。そういうアイデアはどうやって形にしてるの？バイは音楽的瞑想って呼ぶ方法を使ってるんだ。批判的な意識を手放して、ザ・ウルトラゾーンっていう意識状態に入るらしい。この状態でメロディやリズムのアイデアが自然に浮かんでくるみたいだ。そのアイデアって全部記録してるの？そうだぜ。インフィニティシェルフって名前のドライブに、これまでのキャリアで生まれた数千の曲の断片を保存してるんだ。このアイデアの断片が彼の創作活動の源になってる。彼の演奏テクニックにはどんな特徴があるの？バイは2ハンドタッピング、スイープピッキング、ハイブリッドピッキング、ワーミーバーのアクロバティクスなんかを駆使してる。それに加えて、円を描くような独特のビブラートも特徴だな。影響を受けたギタリストもいるの？ジミー・ペイジ、ブライアン・メイ、リッチー・ブラックモア、ジェフ・ベック、ジミ・ヘンドリックスが影響を与えたギタリストだぜ。それに加えて、ジャズフュージョンのアラン・ホールズワーズやアルディメオラも彼に影響を与えてる。テクニックと想像力の両方があるなんて、本当に特別なギタリストなのね。その通りだ、バイはただのギタリストじゃなく、音楽を形にするアーティストそのものなんだぜ。スティーブ・バイって音楽だけじゃなくて他にも色々な貢献をしてるみたいね。何が特にすごいの？いくつもあるけど、まずはフランク・ザッパのバンドでの仕事だな。バイはザッパの譜面作成者として、リズム的にめちゃくちゃ複雑な音楽を正確に譜面に起こしてたんだ。その経験が彼の音楽的基盤になったんだぜ。ザッパの譜面ってそんなに難しかったの？超難しいぜ。バイ自身も想像力を駆使して独自の寄付法を考え出さなければならなかったって言ってるくらいだ。この経験は彼が後に書いたフランク・ザッパギターブックにも反映されてるんだ。アイバニーズの JEM ギターを作ったのも有名だよね。その通りだ。1985年にバイがデザインした JEM は24フレットフローティングトレモロ。フ
5-way セレクター、そしてユニークな、モンキーグリップハンドルが特徴なんだ。このギターは大ヒットして、ギター業界に革命を起こしたんだぜ。それに続いて7弦ギターも作ったって本当？ああ、1989年には、ユニバースっていう初の市販7弦ギターを作ったんだ。このギターは低音源を追加して、新しい音域を切り開いたんだぜ。これが後にニューメタルのバンド、例えば、コーンや、リンプビズキットに影響を与えたんだ。教育活動もしてるのよね？そうだぜ。エイリアンギターシークレッツっていうマスタークラスで、ギターのテクニックだけじゃなく、音楽業界での成功哲学や自己成長について教えてるんだ。このクラスでは、不安や自己否定を乗り越える方法も学べるんだぜ。心理的な部分にも触れてるのがユニークね。そうなんだ。バイは、自分の内なる声をどう扱うかが、成功や成長に影響を与えるって考えてるんだ。その考え方をマスタークラスで伝えてるんだぜ。機材の開発にも関わってるの？ああ、例えば、ディマジオのエボリューションピックアップやカービンレガシーアンプを開発してる。これらの機材は、バイのトーンを求めるギタリストにとって人気のアイテムだ。他にも何か特別な貢献はある？1980年代には、イーブンタイドの H3000 エフェクターの開発にもアイデアを提供してるんだ。その中には、今やスタンダードになっているダイアトニックピッチチェンジやマルチボイスハーモニーなんかがある。ツアー活動もすごい規模でやってるんでしょ？その通りだ。1990年代からロシアや中国、南米などアメリカのロックアーティストとして初めて訪れた地域も多いんだ。2014年には中国の BTV 春節グローバルガラで演奏して2億人以上の視聴者にロックを届けたんだぜ。どの話もスケールが大きいわね。音楽だけじゃなくて、いろんな分野で影響を与えてるのがすごいわ。バイはただのギタリストじゃなくて、音楽や文化全体に影響を与える存在だってことだな。スティーブ・バイってどんな機材を使ってるの？ギターからアンプまで詳しく教えて。バイの機材はどれも一級品だぜ。まず、彼のスタジオ、ハーモニーハットは自宅の裏庭にある巨大な建物で、録音やミックスが全てできる場所なんだ。ここでほとんどの新作を制作してるんだぜ。ギターはどんなものを使ってるの？主にアイバニーズのシグネチャーモデル、JEM シリーズを使ってる。代表的なのが、EVO と FLO3 だ。EVO は1993年に開発されたプロトタイプで、彼のシグネチャーピックアップ、ディマジオエボリューションが搭載されている。FLO3 は、フェルナンデス・サスティナーシステムが搭載された特別仕様のギターだぜ。最近使ってるギターもあるの？ああ、2022年からは、オニキスっていうブラックのアイバニーズ PIA プロトタイプもよく使ってる。これは JEM の進化版で、より滑らかなボディデザインとペダルグリップハンドルが特徴だぜ。アンプやペダルはどう？アンプは彼のシグネチャーモデル、カービンレガシーを使ってる。現在は3代目モデルがメインだ。ペダルでは、彼のシグネチャーワウペダル、モーリーバットホージーや、ジェミニディストーションペダル。そして、デジテックワーミー DT がセットに含まれてる。ライブではどんな機材構成なの？ライブでは、AX、FX、II、XL っていうデジタルマルチエフェクトユニットを使ってる。これでディレイやコーラス、フェイザーなんかのエフェクトを制御してるんだ。フットコントローラー、MFC101 で各エフェクトをスイッチングする形だぜ。シグネチャー以外のギターは使わないの？昔は、シャーベルや、フェンダー、ジャクソンのギターも使ってたけど、アイバニーズとのパートナーシップ以降は、ほぼアイバニーズに絞ってるな。ただ、ユニークな仕様のカスタムギターもいくつか持ってる。他に注目すべき機材はある？彼のギターテクニックを支えるピックアップは、ディマジオのシグネチャーモデル、エボリューションと EVO2 だ。それから、ステレオ効果を活かすための独自の進行フローもすごい。例えば、ディレイのタイムを左右で変えて音を反復させるんだ。スピーカーやマイクも特別なものを使ってるの？もちろんだ、スピーカーキャビネットは、カービンレガシーの 4×12 に、セレッションヴィンテージ30スピーカーを搭載してる。マイクは、AKG を使ってアンプを拾ってるんだぜ。機材も音楽スタイルに合わせて徹底的にカスタマイズしてるのね。その通りだ、バイの機材はどれも彼の音楽的探求心と技術的な要求を反映したものばかりだぜ。聞けば聞くほどプロフェッショナルな仕事ぶりがわかるわ。バイは音楽だけじゃなく、機材開発でも世界に革命を起こしてるんだ。だからこそ、今でも多くのギタリストに影響を与え続けてるんだぜ。スティーブ・バイの私生活ってどんな感じなの？彼は1990年代後半からロサンゼルスの天使の2家族と一緒に住んでるんだ。奥さんはピアマイオッコって言って、昔、ビクセンっていうバンドのベーシストをやってたんだぜ。ミュージシャン同士の夫婦なのね。子供はいるの？ああ、2人の子供がいるんだ。ジュリアンとファイアって名前だぜ。
家族で音楽に囲まれた生活を送ってるらしいな。趣味とかはあるの？実はベジタリアンであるだけじゃなくて、両方もやってるんだ。自宅の敷地内に蜂の巣箱を置いて、自分で世話をしてるんだぜ。蜂の世話までしてるなんて意外ね。なんでそんなことを？それがの多面的な興味の一つ、なんだろうな。彼は音楽だけじゃなく、自然とも深く関わることが好きらしいぜ。音楽の世界だけじゃなく、家族や趣味も大切にしてるのね。その通りだ。は仕事だけじゃなく、家族やライフスタイルも充実させることで、バランスの取れた人生を送ってるんだぜ。音楽家としても、人間としても尊敬できる人ね。スティーブ・バイの魅力は音楽だけじゃなく、その生き方にもあるんだぜ。スティーブ・バイって、音楽も人生も本当に特別な存在ね。彼はギターの革新者としてだけじゃなく、教えることや自然との関わり、家族との時間を大切にする、バランスの取れた人間なんだ。彼の音楽はもちろんだけど、その多面的な生き方が多くの人に影響を与えてるんだぜ。技術だけじゃなく、哲学や生き方にも深みがあるのが魅力的ね。その通りだ。どんな分野でも挑戦を続けて、自分の限界を広げていく姿勢は、音楽を超えて多くの人にインスピレーションを与えてると思うぜ。これからもどんな活動をしていくのか楽しみね。今日はここまでだぜ。マリサ、いろいろと教えてくれてありがとう。いえいえだぜ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。